アニョンパクンです。今こちらですね、ジュノさんを招いております。ジュノさんは韓国から日本に来て、今7年ぐらい経っていて、で、その後、もう一回韓国に戻ったら、韓国のどういうことに違和感を感じるのか、本日聞いていきたいと思います。それじゃあ、ジュノさん、よろしくお願いします。一つ目の逆カルチャーショック、韓国で感じたことを教えてください。韓国着いて、外出たらすぐクラクションにびっくりします。車のクラクションです。それは韓国と日本でどう違ったんですか？日本ではそこまでうるさいクラクション聞くことがないという言い方だとしたら、韓国帰ったらすぐ1日何回も聞けるようなことになりますので、びっくりしていますね。韓国でこんなのいっぱい聞いてたんだって。逆に韓国にいた昔は全然それに違和感なかったってことですね。そうですね、慣れてて、みんなパリパリっていう早く早くの文化なんで、早く行きたいし、短期人が多いかなと。韓国と日本で運転はされてますか？されてます。じゃあ、ジュノさんは韓国と日本で運転するときはどうなるんですか？韓国でも安全運転主義だったと思いますが、日本で運転すると自分が一番早くの人になっちゃう。例えば信号待ちとかにも長い間を空いてて車が並んでるんですけど、それもう少しこんなに縮めていいじゃないとか思いますね。わかります。韓国の方大体そういう、効率とか早くやりたいっていうのは、根底に少なからずはありそうです。じゃあ逆に韓国で運転するときは自分もクラクション流らしたりしてます。やっぱ相手がすぐ入ってきたりとか、マナーが悪く運転したりしたら注意してねとかぐらいの意味でクラクション。じゃあ日本と韓国のクラクションの用途っていうのが違うかもしれないです。そうですね。日本と韓国その用途、それぞれどういうイメージですか？韓国はさっきのように、その時、マナー悪く入ってきたり、危なく運転したりしたら、注意することに対したら、日本だとそんなマナー悪く入ってきたりとかはないんで、なかなか。たまにも、例えば子供が先に歩いてるのに、横断歩道を歩いてるのにとか、後ろから車が来てて、その車がその子供道からないんじゃないかなとしたら、それも教えるために、パンってわざとしたりしたら、子供も止まるし、信号がないところも多いんですね、日本って。だから子供も止まって、この後ろから来る車も速度を遅くしたり、そんなためとか、稽古とか。ありがとうございます。これは一つ目のクラクションのところですね。次2番目、日本から韓国帰って感じた、逆カルチャーショック。教えてください。電車で移動したりしたら、ぶつかる人が多いですね。肩ぶつかったり。でそれに全然、すいませんとかもなく、パッていっちゃう。これは僕、あんまり経験がなくてあれなんですけども、どういう時にそれをよく感じるんですか？電車降りるととか、乗り換えの時とかですね。人が多く乗り降りるところとかですよね。多くなくても全然ぶつかったりとかも多いですね。だって日本の方が満員電車の方が多いと思うんですね。そうですよね。それでもみんな少なくともぶつかるしかないってなったら、ぶつかってもすいませんとかは基本的に言ったりあると思うのに、すいませんっていうのがないですね、韓国では。逆に自分の方がすいませんとかを言ったり、すいませんになっちゃって韓国人で韓国人に言うのにすいませんが出ちゃったりとかも。日本はだいぶ動くときにも周りの人を意識してぶつからないようにしよう。前の回でやったんですか？迷惑かけないようにしようみたいなあるかもしれないですよね。そうですね。逆に韓国だと自由で、言って仕方ないよね、みたいなイメージですか？ぶつかった後にも全然自分より身長小さく、体小さい人でしたら、俺の方が勝ちじゃないとかも考えるのにぶつかってくるので、面白いなってなります。面白い。最近渋谷である40代ぐらいの女性の方が子供ありましたね。弱い人にはわざとそうするのですかね。でも韓国はそんなの関係なく、女性でも男の私についてもぶつかったり。そうですね。もちろん韓国も日本もぶつける方いる。いるのは一緒だと思うんですけど、頻度の話と意識の話ですよね。韓国はわざとではなくて、ただ自分が行きやすくするためとか。ありがとうございます。ちなみに世界他の国も行ったという話なんですけども、そこでも電車乗ったりとかしてて、ぶつけるなっていう印象はありますか？あんまりなかった記憶します。でも、カナダでも、長くいたのはカナダ1年とかですけど、そこでもぶつかったりしても、excuse me とか、謝る言葉があるから、その言葉があれば大丈夫なって思う。とてもおしゃれですね。単純にその人口密度が高い、低いの話ではないってことですよね。カナダのあれを見ると。余裕が原因だと思いますね。どんだけ人たちが余裕を持ってるかとかによって。ありがとうございます。これは2番目の話でした。で、次3番目。
韓国で感じた逆カルチャーショック。何でしたっけ？風景がずっと一緒なことですね。私、韓国降りて、友達が車乗せてくれたんですけど、ここで一旦びっくりするのは、そんな車線がもう少なくとも6から8、12まであったりとかするんで、広いなってなります。運転にやりやすいなとか、ドライブがいいなとか。まず車線がソウルでほとんどの地域で広いってことですね。その他に風景が似てるポイント。あれをなんて言いますね。商業のビールがいっぱいありすぎて、それがずっと一緒なんですね。わかります。ここにマッサージ、歯医者、皮膚科、コンビニ、コーヒー、カフェ。楽なんです。家で1階まで降りたら、コンビニからカフェから全部があるから、全然ビールから出る必要もないところもあるのに、それは逆にインチョンからソウルまで運転するうちに全部一緒のカフェ、マッサージ、歯医者とかになるんで、疲れちゃうなとかもあります。わかります。韓国は人が住むアパートは、ザ・アパート。その商業施設は商業施設ですみたいな。で、それを工業化して同じこと全部建ててて、で、それがめちゃめちゃわかりやすいですよね。効率はいいのに面白くはないなって。東京だとしても全部表参道が違うし、代官山が違うし、目黒が違うし、ありますね。でも韓国は最近、カンナムとか、ソンスとか、ヨンナムドンとか、そういうとこ流行ってるじゃないですか。そういうところは違うってことですかね。いやー、ここまで変わんないじゃない。行く人の雰囲気だけが違うんじゃないか。その地域の特色はそこまでないかもってことですか？例えばそのカンナムが流行ってる理由と、ソンスが流行ってる理由って、あんまり違いがないよ。もちろんその違さはありますね。カンナムは昔からずっと一番不動産高いところでの人気地域ありますし、ソンスは最近のお店とかが入ってきて、そこで人気のブームがあったりとかもありますが、入ってる店って結局一緒の店も多いな気がします。面白いですね。これを見てる皆さん、韓国旅行行くときに、外観で見たらそこまで違わないかもしれないけど、でもところどころではその地域の特色があるっていうところだから、それ注意してみると面白いかもしれないですね。世界で他の国で、韓国みたいな国はありましたか？僕思うのが、例えばカナダだとしたら、逆にそのザ住宅、駐車場ある、それがめちゃめちゃ置かれてる住宅街みたいなことを想像したりするんですけど。それは全部一戸建てのようになってるんで、日本と近いと思って、中国ですかね。似てるとしたら、車線が広くて、マンションの感じになってて、住宅がですかね。人口密度高くて、国が効率的に早く発展させたいから、そういう工業レベルになるね。はい。っていうところで、こちら、ジュノーさん招いて、3話にわたって聞かせていただきました。ジュノーさんならではの話がとても多くて、聞いててとても面白いなというふうに感じました。ジュノーさん本当にその3話に出ていただいて、お時間いただいて、本当にありがとうございました。